カーネル・サンダースが本当に伝えたかったこと。こんにちは、YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は心が折れそうな時、君に力をくれる奇跡の言葉について解説していきます。この本は作家の翡翠小太郎さんが書いた少し変わった偉人伝です。これまで何千冊という本を読んできた翡翠さんですが、偉人の伝記は絶対に読んだ方がいいと勧めています。それはなぜなのか。伝記を読んだ方がいい理由は3つあります。1つ目は、偉人たちの人生を見るとあることがはっきりとわかるからです。それは不幸こそ幸せの入り口であるということです。カーネル・サンダースやマイケル・ジャクソンなどありとあらゆる偉人の人生を見ると、偉人ほど不幸の連続を経験していることがわかります。思いがけない不幸な出来事を乗り越えていく過程で凡人が偉人になっていきます。これが理解できると、この世から不幸や不運といった概念がなくなります。不幸が不幸じゃなくなる。これだけで偉人伝を読むメリットはあります。続いて偉人伝を読むべき理由の2つ目、自分の生きる基準が飛躍的に上がることです。結果が出る人と出ない人の違いは才能の差ではないです。どこに基準を置いているかです。翡翠さんの友達はある時 42.195 キロのマラソン大会に出ました。その時なんとか最後まで走り抜いたもののゴールで倒れてしまいました。しかし翌年100キロマラソンに挑戦したところ、今度は難なく 42.195 キロを通過することができました。不思議ですよね。100キロに挑戦すると基準が上がった途端に 42.195 キロが単なる通過点になりました。偉人伝を読むべき理由はここにあります。生きる基準を上げる最高の方法が偉人に惚れることです。生き方のかっこいい人に惚れると、人はかっこよく生きたくなるものです。最後に偉人伝を読むべき理由の3つ目は、偉人を友達にできることです。偉人に惚れてください。するとあなたの心の中で今日から偉人たちが生き始めます。具体的には、こんな時偉人たちだったらどう考えるのか、その問いが生まれて、あなたの心が折れそうな時、奇跡の言葉で元気づけてくれます。この動画を見て偉人たちの奇跡の言葉を頭に刻み込んでください。この動画では3人の偉人の半生と残した奇跡の言葉についてそれぞれ解説していきます。感動した、元気をもらったという人はいいねやコメントをください。1人目はカーネル・サンダース。神経質な人とは細かいところによく気づく人です。おっちょこちょいの人とは愛嬌がある人です。周りが見えずに空気を読めない人とは夢中になれる人です。さてここで問題です。すぐカーッと頭に来る人はどういう人でしょうか。答えはケンタッキーのお店の前に立つ男、あのカーネル・サンダースです。カーネル・サンダースといえば物静かでダンディーな癒し系のおじさん、そんなイメージがあるはずです。しかし実際は全然違いました。彼の自伝には普通の本の中では使われない言葉が次々に出てきます。ほっときやがれ、クソくらえ、バカ野郎、まだまだありますけど YouTube にバンされては困るためここでは割愛します。つまりサンダースおじさんは上品でダンディーな人ではなく下品でワイルドなおじさんでした。そんなサンダースがケンタッキーフライドチキンの仕事を始めたのは65歳の時です。しかも無一文でした。それではカーネル・サンダースがどんな人生を歩んできたのか見ていきたいと思います。サンダースの人生の最大の危機は65歳の時でした。国道沿いでカフェレストランをやっていたサンダースはお店の近くにできた高速道路で車の流れが激減してお店を手放すことになります。サンダースはお店をオークションにかけて手に入ったお金で借りたローンを返済すると無一文になりました。そこで思いついたのがカフェレストランの人気メニューフライドチキンの作り方を他のレストランに売ることでした。サンダースの作るチキンは非常に評判だったからです。ボロボロの中古車でアメリカを駆け回りました。お客さんが気に入ってくれたら作り方を教えました。そして秘伝のスパイスを提供する代わりにフライドチキンが1個売れるにつき数セントのロイヤリティをもらう契約を結びました。サンダースはなんと65歳からレストランを一軒一軒回ってチキンのレシピを売り歩きました。しかし現実は甘くないです。突然やってきた見知らぬ老人のレシピの売り込みに耳を傾ける人は誰もいませんでした。断られた回数は1000回を超えました。
放り出された数は全米一と自分で自慢していました。しかしここで諦めなかったのがサンダースのすごいところです。彼はこの美味しいチキンを広めたい、その情熱を持っていました。その結果、73歳になる頃にはケンタッキーのチェーン店は600店舗を超えてアメリカ最大のフランチャイズレストランに成長します。現在は世界80カ国に広まり、1万店舗以上に広がっています。サンダースはインタビューでこう語っています。自分に特別な才能があったとは思えない。彼は30歳になっても転職が見出せず、様々な職を転々としていました。ではサンダースの成功要因は何だったのか。サンダース自身が次のように語っています。成功できた最大の要因は一生懸命働いたことだ。そう、一生懸命やることです。これ以外に人生に秘訣などないです。そして彼は次のようにも言っています。できることは全てやれ。やるなら最善を尽くせ。これが何かを達成するための唯一の流儀である。伝説を作るのは幸運でも才能でも若さでもないです。情熱が伝説を作ります。情熱とは大きなことを成し遂げることだけではないです。今できる小さなことを全てやることです。人生の選択はそれをやる価値があるのかないのか、これで決めるべきです。本当にそれをやる価値があるのなら、たとえあなたが何歳であろうと突き進むべきです。最後にカーネル・サンダースの奇跡の言葉を紹介します。人生は自分で作るもの。遅いということはない。今すぐあなたができることを100個紙に書き出してください。そして書き出した100個の行動を片っ端からこなしてください。続いて2人目はヘレン・ケラーです。ヘレン・ケラーは1歳9ヶ月の時に見る、聞く、話す、その全てができなくなってしまいました。暗黒の世界に閉じ込められたヘレンはわがままで短気な少女に変わります。自分の気持ちを表現したいのにそれができない。ヘレンは毎日そのイライラを爆発させるようになりました。両親はそんなヘレンを何とか助けたいといい家庭教師を探します。そして出会ったのがアン・サリバン先生です。彼女はヘレンに障害があることを知りながら一切妥協はしませんでした。実はサリバンも子供の頃目に障害があってぼんやりとしか見えなかったです。しかも幼いうちに両親、そして弟まで亡くしています。当時悲しみに明け暮れたサリバンは図書館の本に希望を見出します。サリバンはまだ自分の名前すら書けない状況だったため、本は係の人に読み聞かせてもらっていました。いつか自分で本を読めるようになりたい。そのために学校へ通いたい。サリバンはそう願うようになり、ある日州のお偉いさんが施設の視察にやってきた時、その人の前に飛び出して次のように言いました。私は勉強がしたい。どうか私を学校へ通わせてください。彼はサリバンの真剣さに心を打たれました。そしてサリバンは盲学校へ編入することになります。この時サリバンは14歳でした。昼夜問わず勉強して1年後にはトップクラスの成績を取るようになります。そしてこの頃に目の手術を受けて奇跡的に視力が回復します。サリバンは一人ぼっちの暗闇の中から光を使いました。そんなサリバンからヘレンは指紋字を教わって7歳の頃には覚えた単語が1000を超えました。学ぶことに喜びを覚えたヘレンは11歳の時、声を出したいと考えます。耳の聞こえない人が話せるようになるのは非常に難しいです。後々ヘレンはこう語っています。自分には聞こえないながらも声を発した時の驚きと喜びは一生忘れないでしょう。今日は暖かいですね。このたった一言を発するまでにどれだけの情熱と歳月を要したのか。やがてヘレンは17歳でハーバード大学を目指します。目も耳も口も不自由な人で大学を卒業した例はそれまで世界に一例もありません。でも世界に一例もなかったとしてもそれが諦める理由にはならない。そう考えたヘレンは準備のためケンブリッジ市の学校に入学します。サリバンも一緒に登校して教師の教えるところを一言も漏らさずに全て指紋字でヘレンに伝えます。そして展示本を読むために指から血が吹き出るほど勉強したヘレンはついにハーバード大学に合格します。入学後も常にサリバンが寄り添い力を合わせて大学の全課程を終えました。卒業後のヘレンは障害を背負いながらもこう言いました。どんなところにも必ず道はある。人生には決して絶望はない。障害は不便です。でも不幸ではない。最も興奮するのは他人のために生きるとき。このような希望のメッセージを伝え続け、障害者の
の教育や福祉にその全生涯を尽くしました。視覚障害者を助けるために世界123都市を巡り、5万人の人たちに直接語りかけて募金を集めたこともありました。第一次世界大戦が始まり、講演依頼が減って資金に困った時は自宅を売ってまで障害者を助ける活動を続けました。そしてこう言いました。体の不自由な人の苦しみは体の不自由な人間にしか分かりません。私はそうした人たちが少しでも明るい希望を持ち、幸せな生活ができるような社会を作るために一生を捧げたいと思います。これからも息をしている限りずっと障害者のために働きます。そして1935年、念願だった目の見えない人たちの生活を助ける法律がアメリカで初めてできました。ついにヘレンの活動が実りました。ある講演会でヘレンはこう質問されました。あなたは目が見えるようになることを願っていますか？しかしヘレンは次のように答えました。いいえ、とんでもない。私は光の中を一人で歩くより闇の中を友達と歩きたいと思います。友がいれば世界は日々生まれ変わります。辛い、寂しい、悲しい、そう本音を言い合える友が一人でもいたら、もうあなたは幸せになる条件を全て手にしているってことです。その友こそ人生最高の財産です。大事にしてください。あなたの周りで困っている人を見かけたら、その人の心に寄り添ってあげてください。優しさをあなたの方から先に送る。優先とはそういうことです。成長とは大きくなることではないです。小さなことにいかに感謝できるようになるかです。最後にヘレン・ケラーの奇跡の言葉を紹介します。光の中を一人で歩むよりも闇の中を友人と歩む方がいい。あなたが感じた小さな幸せを毎日10個紙に書き出してください。3人目は安藤桃福です。チキンラーメン、カップヌードルを開発した人で、日清食品の創業者、安藤桃福もかなりの苦労人です。彼は41歳の時、ひょんなことからある信用組合の理事長を務めることになります。しかし運営が立ち行かなくなった際に責任を取らされて全財産を失ってしまいました。絶望の中、桃福は何か事業を始めてみようと考えます。何をすれば世の中を明るくできるのか。そう考えた桃福が思いついたのはラーメンでした。ここから桃福の挑戦が始まります。彼の考え方は極めてシンプルです。開発を始めるにあたり、第一に考えるべきことは目標を明確にすること、そしてあとは執念である。ゴールを明確にしたらあとは執念でやるだけです。彼が考えたラーメン開発の5つの原則は次の通りです。美味しくて飽きない味にする。保存ができるラーメンにする。便利で簡単に調理できるようにする。安価であること。安全で衛生的なものにする。ラーメン作りの知識などない桃福は毎日早朝から夜中まで研究に明け暮れました。そして48歳の時、ついに世界初のインスタントラーメンを完成させます。こうして生まれたチキンラーメンは時代を代表する大ヒット商品となります。それから10年後、インスタントラーメンを作る会社が増えてチキンラーメンは伸び悩んでいました。ここでは桃福は諦めませんでした。この逆境、このピンチを新たな商品を生み出すチャンスと考えます。アメリカの文化からアイデアを得た桃福は一つで3役をこなすラーメンを作ることに挑戦します。麺を包む包装材料であり、お湯を入れれば調理器具となり、食べる時には食器になる。これで目標が明確に定まりました。ここからは執念だけです。そして桃福は61歳の時にカップヌードルを完成させます。桃福は次のように語っています。発明はひらめきから、ひらめきは執念から、執念なきものに発明はない。インスタント食品はお客様が食べるときは即席だが、私たちが作るときは即席ではない。仕事とは執念です。そして執念とは愛です。桃福は寝るときも必ずメモと鉛筆を持っていました。夢の中でも常に考えていたからです。これが執念です。桃福はこう言います。私は今でも毎日お昼にチキンラーメンを食べながら、もっと美味しくするにはどうしたらいいかを考えている。桃福は毎日チキンラーメンを食べ続けて90歳を超えてもなおお元気でした。インスタントラーメンは体に良くないという噂を自分が健康で居続けることで跳ねのけました。さらにこう言います。人生の5年だけでいい。本当に密度の高いことをやれば必ずものになる。年齢は関係ないです。桃福は48歳で無一文から大逆転を起こしました。彼はこうも言っています。日清食品の創業は48歳だった。でももし60歳だったとしても新たな出発はできた。必要であれば80歳を超えた今も再出発する用意がある。桃福は全財産を失った時、何が儲かるだろう、何が自分にできるだろうと一切問いませんでした。儲けから発想するのではなく、
自分にできることから発想したわけでもないです。では桃福はどう考えたのか、何か世の中を明るくする仕事はないか、それを自問しました。桃福は何をしたら人を元気づけられるか、そればかり考えていました。最後に安藤桃福の奇跡の言葉を紹介します。5年間必死で働く意志と体力さえあったら、年齢に関係なく必ず成功できる。青春とは心の持ち方です。そして心の持ち方とは、何をしたら人を元気づけられるか、これを血尿が出るまで考え抜くことです。必死にあなたも考え抜いてください。著者の翡翠さんは、目の前のたった一人を笑顔にできたら、あなたの人生は100点満点であると言います。それはなぜなのか。みんなが誰か一人を笑顔にできたら、地球上のみんなが笑顔になるからです。偉人とは生涯をかけて誰かを喜ばせた人です。目の前の人を笑顔にすることから始めてください。それではまとめいきます。1人目はカーネル・サンダース。カーネル・サンダースが65歳の時、経営していたカフェレストランを手放すことになります。お店をオークションにかけて、手に入ったお金で借りたローンを返済すると無一文になりました。そこで思いついたのが、カフェレストランの人気メニュー、フライドチキンの作り方を他のレストランに売ることでした。サンダースの作るチキンは非常に評判でした。ボロボロの中古さでアメリカ中を駆け回り、お客さんが気に入ってくれたら作り方を教えました。そして秘伝のスパイスを提供する代わりに、フライドチキンが1個売れるにつき数セントのロイヤリティをもらう契約を結びました。65歳からレストランを一軒一軒回り、チキンのレシピを売り歩きました。断られた回数は1009回。しかしここで諦めなかったのがサンダースのすごいところです。73歳になる頃にはケンタッキーのチェーン店は600店舗を超えてアメリカ最大のフランチャイズレストランに成長します。現在は世界80カ国に広まり、1万店舗以上に広がっています。サンダースはインタビューでこう言っています。自分に特別な才能があったとは思えない。成功できた最大の要因は一生懸命働いたこと。できることは全てやれ。やるなら最善を尽くせ。これが何かを達成するための唯一の流儀である。最後にカーネル・サンダースの奇跡の言葉を紹介します。人生は自分で作るもの。遅いということはない。今すぐできることを100個紙に書き出してください。そして書き出した100個の行動を片っ端からこなしてください。2人目はヘレン・ケラー。ヘレン・ケラーは1歳の時に見る聞く話す、その全てができなくなってしまいました。暗黒の世界に閉じ込められるヘレンですが、過去に同じ経験を持つアン・サリバン先生に出会います。彼女はヘレンに障害があることを知りながら一切妥協はしませんでした。ヘレンはサリバンから指紋字を教わって7歳で1000個の言葉を覚えて11歳で発声できるようになります。やがてヘレンは点字本を読むために指から血が噴き出るほど勉強した後にハーバード大学への合格をつかみ取ります。入学後も常にサリバンが寄り添って力を合わせて大学の全課程を終えました。卒業後のヘレンは希望のメッセージを伝え続け、障害者の教育や福祉にその全生涯を尽くしました。そして1935年、念願だった目の見えない人たちの生活を助ける法律がアメリカで初めてできました。ヘレンはある講演会でこう質問されました。あなたは目が見えるようになることを願っていますか？ヘレンは次のように答えました。いいえ、とんでもない。私は光の中を一人で歩くより闇の中を友達と歩きたいと思います。友がいれば世界は日々生まれ変わります。辛い、寂しい、悲しい、そう本音を言い合える友が一人でもいたら、もうあなたは幸せになる条件を全て手にしているってことです。その友こそ人生最高の財産です。大事にしてください。あなたの周りで困っている人を見かけたら、その人の心に寄り添ってあげてください。優しさをあなたの方から先に送る。優先とはそういうことです。最後にもう一度ヘレン・ケラーの奇跡の言葉を紹介します。光の中を一人で歩むよりも闇の中を友人と歩む方がいい。あなたが感じた小さな幸せを毎日10個紙に書き出してください。3人目は安藤桃福。チキンラーメン、カップヌードルの開発者で日清食品の創業者の安藤桃福もかなりの苦労人です。彼は41歳の時、ひょんなことから勤めることになった信用組合で運営が立ち行かなくなった際に責任を取られて全財産を失ってしまいます。絶望の中、何をすれば世の中を明るくできるのか、そう考えた桃福が思いついたのがラーメンでした。彼の考え方は極めてシンプルです。開発を始めるにあたり、第一に考えるべきことは目標を明確にすること、そしてあとは執念である。
ラーメン作りの知識がない桃福は毎日早朝から夜中まで研究に明け暮れました。そして48歳の時、ついに世界初のインスタントラーメンを完成させます。こうして生まれたチキンラーメンは時代を代表する大ヒット商品となりました。そして彼はこう言います。日清食品の創業は48歳だったが、もし60歳だったとしても新たな出発はできたであろう。必要であれば80歳を超えた今も再出発する用意がある。桃福は全財産を失った時、何か世の中を明るくする仕事はないか自問しました。桃福は何をしたら人を元気づけられるか、そればかり考えていました。最後に安藤桃福の奇跡の言葉を紹介します。5年間必死で働く意志と体力さえあったら年齢に関係なく必ず成功できる。青春とは心の持ち方です。心の持ち方とは何をしたら人を元気づけられるか、血尿が出るまで考え抜くことです。必死に考え抜いてください。解説は以上です。この動画で紹介できなかった偉人の名言も知りたい人はぜひ本を読んでみてください。今回の解説が面白かったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。